いい男ね、ちょっとこっちでいけないことしないと誘惑して、ドアを通った瞬間、藁の中からナイフを持った男が出現。視察。死体を藁の中に隠し、次の獲物を誘い出すのであった。ということで、今回紹介するゲームはデスペラドス3、見下ろし RTS ステルスアクションゲームです。ジャンル名が混沌としててよくわからないよって感じですが、マーメタルギアみたいなもんですよ。大きな違いは、複数のキャラを操作する場面があるってところですね。キャラは全員で5人いるんですが、それぞれとても特徴的な能力を持っていて、例えばこの女性は変装すると雑魚兵士に見られても警戒されず、誘惑して視線をそらしたり場所を移動させたりとやりたい放題できます。その代わりに静かに敵を殺す手段がないのでサポート向きですね。とまあ、そんな癖の強いキャラたちを操作してステージの目的を達成していくわけですね。基本的には所定の位置に移動するか誰かを殺す。わかりやすいね。それじゃあ一つのステージを攻略しつつ他のキャラの解説といきましょうか。場面転換。ところ変わってステージ開始時のイントロ、謎の女性が檻に閉じ込められているところです。このステージはこの謎の女性が仲間に加入するステージでして、檻の中からクスッと怪しげな針を刺せば敵を洗脳して自分の意のままに操ることができます。ステルスゲームでそんなことできちゃっていいのって感じなんだが、まあせっかく洗脳できたんだし、おもむろに積み上がった箱を崩して2キルしましょう。事故だよこれは。不幸な事故。こういう事故死に見えなくもない死に方をすると警戒されないのはステルスゲームあるあるですね。そのまま鍵を持ってきてもらって、檻を開けてもらって、遠くのあいつを撃ち殺してくれない？あ、やばい、バレた。洗脳してるやつが死んでも警戒状態にならないんだな。それじゃあ直接視察させていただきます。その後、数多くのガンマンをなぎ倒し、ついでに主人公を救出、なし崩し的に一緒に行動することになりました。ここからは魔女さんと主人公の2人を操作。数は力といったもんで、2人になるとできることがぐっと増えます。主人公であるジョン・クーパーの紹介といきましょうか。殺された父の復讐に燃えるアウトローで、得意技はナイフ投げと拳銃、もっぱらナイフ投げが活躍します。左上の敵は魔女さんの使い魔である猫ちゃんで目をそらして、その間に主人公がナイフをぶさす。射程はほどほどでステルス性もほどほどなこのナイフ投げですが、個性派揃いのこのゲームにおいては貴重な普通の技。主人公らしく他の仲間の穴をカバーするような性能になっております。こうやってお互いがお互いを見張り合っている敵も2人なら、右上は行動予約してある主人公、左下は直接操作している魔女さんで、グサ排除完了です。行動予約便利だ。どうもお邪魔します。挨拶代わりの銃弾をくらいな。こいつは銃弾を一発耐えるので背後からもグサで、なんでこんな押し入り強盗をしたかというと説明してませんでしたが、魔女さんを入れて主人公パーティーは5人いまして、他の3人はどこかに捕まってたんですよね。その中の1人、マッコイ先生を小屋の地下室から救出。マッコイ先生の説明をすると、お医者さん兼狙撃試験暗殺者みたいな人でして、サイレンサー付きスナイパーライフルで遠距離から静かに敵を殺せるんですよ。この人も大概チートだな。さすがに銃弾に回数制限はありますけど、しかし敵が3人いて非常に面倒くさい。どうやって突破しようかな。ちょっと眺めてたら1人が離れたところに行ったので、左上のやつに猫ちゃんを向かわせた瞬間に右上のをスナイピング。
よし、バレてない。死体が倒れきったならバレづらいのだ。残り2人になっちゃえば、あとは猫ちゃんを絡めてサクサクっと殺せますねっと。ふっふっふ、猫ちゃんの魅力には逆らえないのだ。猫ちゃんに夢中になっている間に仲間がどんどん死んでいくぞ。でかいやつはさっきと同じように銃撃刺殺で対処して、まっこい先生はピッキングができるので檻をちょちょいと解除。先生が万能すぎるゲームなんだよな。捕まっていたヘクターっていう山賊みたいな大男はこの見た目通りのパワーを持ちながら見た目を裏切りトラップ使い。まずはおもむろにトラバサミらしきトラックを設置して隠れてから口笛を吹くことで敵を引き寄せて、この罠は敵の目には見えない上踏むと挟まれて即死。殺傷力たっぷり。この罠と口笛によって敵を誰の目にも触れないところにおびき寄せて安全に殺害ってことがとてもしやすいキャラですね。その後もナイフを投げまくって敵を排除し、最後に捕まっていた女性を助け5人全員で脱出。これにて1ステージクリア。こういうゲームです。ちなみにステージクリア後はこんな風に自分の行動のリプレイが見れます。動画ではサクサクいってるように見せてたけど1時間半ぐらい試行錯誤してたよ。お恥ずかしいね。開発側もプレイヤーに存分に試行錯誤してほしいと思ってか、クイックセーブとクイックロードはとにかく爆速、どちらも 0.5 秒ぐらいでできるよ。安心して試行錯誤してくれっていうメッセージを感じるね。そしてこのゲーム異常にボリューミー。本編ステージだけでも異常なほど数があるし、やり込み要素も水に触れずにクリアみたいな実績が山ほどあったり、ステージは同じだけど使用キャラは違うみたいなおまけもあったり、詰将棋みたいなパズルを自分でひらめいた戦略で試行錯誤の末にクリアしたいぜって人にこのゲームおすすめです。やろうと思えば案外ゴリ押しできちゃうのも好き。ということで今回紹介したゲームはデスペラドス3でした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。